皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の10日、金曜日ですね。時間が相対的に早めに、開始できました。日本時間の夜の8時50分ですね。58分か。ということで、ワイワイニュースライブ通算で、2775回ということになります。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、私が考える日本再生のための市民革命、基本政策ナンバー1からナンバー53ということで、今日のメインテーマ始めたいと思います。今日の放送ですね。ツイキャステレビで、一元放送ですね。音声と映像問題なく順調に配信されているということですね。今日の最初は今日の画像ですね。これは今日のメインテーマので取り上げたんですけど、ザッカーバーグ、フェイスブックの創業者として、彼がほとんど一人ですね、一人で立ち上げたというような感じだったんですけど、実は共同で、創業したクリス・ヒューズさんという人がいるんですね。でこれはハーバード大学の時の同級生ということで、ザッカーバーグとこちらがヒューズさん、クリス・ヒューズさんと。で彼がですね10年前に、Facebook 辞めてですね、ちょうどオバマ大統領候補が大統領選挙に、出馬するということで、彼はネットが得意ですから、オバマ陣営のインターネットをサポートをするために、ザッカーバーグと別れてですね、独立したんですね。で現在今34歳ですけど、彼がザッカーバーグを批判してるんですね。その記事が今日のトピックスの最初に持ってきたんですね。Facebook は解体をと。共同創設者ザッカーバーグ氏の影響力に警鐘というところで、現在の彼はこういう感じなんですね。まだ34歳ですからね。それで、辞めた時に資産が538億円というとんでもない、大金持ちになったということで、彼はベーシックインカムをアメリカでも導入すべきだという運動をしてるんですね。ということで、今日の最初の画像はFacebook 解体せよという至極まともなことを言ってる、共同創業者の一人であるクリス・ヒューズ氏、ですね。それから3枚目は、これは、元の米陸軍情報分析官のチェルシー・マニングさんと、彼女の最近のあれですね、写真ですね、完全に女性になったんですね。で、なぜかというと、彼女がですね、大陪審というアメリカ独特の素晴らしい制度なんですけど、要するに日本他は検察がその容疑者を起訴するかどうかっていうのは検察が独占してるんですね。ただ陪審員っていうのはいわゆる小陪審と大陪審制度で、アメリカの場合小陪審っていうのがいわゆる普通の裁判で陪審員が12名かな、で有罪か無罪を決めると。で大陪審というのが23名で、多いんですね。でこれは何かというと、検察が起訴したいという容疑者に関して、大陪審の陪審員が決めるんですね。こういう制度っていうのは今アメリカしかないんですね。
この制度の中で、この彼女はですね、証言を求められたんですけど、証言を拒否したんですね。そしたら裁判所が裁判所に対する侮辱だということで、収監しちゃったと。62日間収監されてたんですけど、今回彼女は釈放されてきたんですけど、また別の大陪審で証言を要請されてるんで、彼女はまたしても拒否して収監されるんじゃないかというふうに言われてるんですね。でも当然の行為として、彼女は収監されても証言はすでに十分したと、新たな証言は一切拒否するという至極まともな主張をして収監されても構わないという素晴らしい態度をとってるんですね。ということです。今日は3つですね。だいたい毎日3つか4つぐらいですね。画像があると非常に分かりやすいんですよね。文章だけだと何が何だか分かんないということで。で、今日の3枚の画像。これをアップします。クリス・ヒューズという人がいたんですね。至極まともなんですよね。あまりにもザッカーバーグのいわゆる利益至上主義、起業家精神を完全に失っちゃったと。金儲けのため何でもするよというザッカーバーグの影響力があまりにも強すぎるということで、当初の創業の時の理念は完全に失われたからもう解体すべきだと。フェイスブックを解体しようという至極まともな主張をしてるんですね。ということです。今日の画像ですね。皆さんからのコメント読みますね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から石森さんが配信ありがとうございます。コンティニューコインですね。土山純一さんですね。お茶バク10配信ありがとうございます。そしてコンティニューコインが2枚ですね。ヨーヨーさん、コンティニューコイン。それから彩色ヒーローさん、コンティニューコインよろしくお願いしますということですね。それから今日の放送の前に砂月さん、アップル社のスマホは日中韓米の部品で成り立っていると。トランプは知ってるのかと。そうですよね。中国からの総計22兆円の輸入品に対して今まで 10% の関税だったんですけど、今日からですね 25% にすると。でそれで、税収が11兆円、増えるからいいじゃないかというふうに言ってるんですけど、結局それは回り回ってアメリカの市民国民が払うわけですよね。当然 25%、だから 15% の関税の差額は当然ながら業者は価格に転嫁しますんで、最終消費者であるアメリカの国民市民がその分を払うということで、今日もですね、それを分析したトピックスの中で、AFP の記事があってそれを取り上げますけど、試算だと、4人家族、平均的なアメリカの4人家族で、1年間にこの 25% 引き上げることによって、いくらかな。このタイトルはトランプ氏の関税引き上げ価格転嫁で最後は米国民の負担にという至極まともな記事なんですね。 FP 記事、でこれはえっ、ー、とどっか書いてあったんだね。具体的な金額が書いてあったんですね。
あれどっかないな。あれこれか。8万4000円だ。4人世帯の年間支出は767ドル、約8万4000円増えるという。結局、米国民がツケを払うことになるという、いつものパターンですよね。砂月にさん、今日のメインテーマですね。私が考える日本再生のための市民革命基本政策、ナンバー1からナンバー53と、ただいま配信中ということですね。はい。ということです。そして、今日の画像の次が、今日の注目情報ですね。これだ。さっきのクリス・ヒューズさん、34歳。彼が英国の王立国際問題研究所、チャタムハウスで講演したんですね。その時の講演を在英の日本人の国際ジャーナリスト木村正人さんという人が取材して、ヤフーですね、これヤフーに、アップしたという記事なんですね。でタイトルが月5万3000円のベーシックインカムで成長を取り戻せと、もう一人のフェイスブック共同創業者に聞いてみたという記事ですね。で彼が試算するこのベーシックインカムで、彼が引用しているのがルーズベルト研究所でさまざまなシナリオを想定して分析しているということで、財源を財政赤字で補うと言った場合、全ての人につき1000ドルの現金を無条件で与える場合、実質 GDP は8年後何もしないよりも 12.56% 増えると。から全ての大人につき500円の現金を無条件で与える場合は実質 GDP は 6.5% 増えると。から子ども16歳未満1人につき250ドルの手当を支給すると実質 GDP は 0.79 増えると。それから2つ目のシミュレーションとして財源を増税で賄い富裕層から低所得者層に再分配する場合と。で全ての大人に月1000ドルの現金を支給すると実質 GDP は8年後に 2.62% 増になると。だから財政赤字の場合は 12.56% なんですけど、富裕層から低所得者層に増税で再分配する場合は 1.65% に減るんですね。で子ども1人につき250ドルの手当をした場合は 0.27% ということですね。でこのマーク・ザッカーバーグ氏らとフェイスブックを創業したヒューズ氏は3年間で5億ドル536億円を稼ぎ、2007年オバマ氏の大統領選キャンペーンに参加するためフェイスブックを去ったということなんですね。で彼が言うには、私は Facebook ユーザーが自分たちのデータが誰にどんな形で利用されているのか理解するとは思わないと。まずデータ利用と個人のプライバシーの問題、2番目に先の米大統領選とロシアの介入といった民主主義と社会の分断に関する問題があると。そして3番目にミレニアル世代、2000年頃に
大人になった世代が1日に150回もスマートフォンに触っているという心理的社会的現実に気づく必要があると。で、私たちは所得や富の再分配によって貧困と孤独を解消し、社会の基盤を取り戻していかなければならないと。そうすれば成長も戻ってくるはずということですね。それでこの記事を書いた在英の日本人、記者、木村正人かな、木村正人さんの結論として、筆者はトランプ減税や議会証言でアンドロイドのように見えたザッカーバーグ氏よりヒューズ氏の唱えるベーシックインカムに共感したということなんですね。砂月さん、クリス・ヒューズ氏起業家ウィキペディアの URL をアップしてくれましたね。ということで、この記事、ぜひ読んでください。ヤフーです。マイナス44。ということは URL を外さないといけないんだ。K さんですね。コンティニューコイン。URL がこれです。ということですね。今日の注目記事です。だからアメリカでもベーシックインカム導入が必要だという人が登場してるってことですね。いいことですよね。そして次に、ここに1回ほどですね、時間がなくて朗読できなかった本の朗読を今日します。ということで、最初は日米合同委員会ということで、今日は9回目ですね。非公開の日米合同委員会の文書というところですね。非公開の日米合同委員会文書というところです。1ページ、2ページ、ちょっと長いのかな、3ページ、結構長いですね、これ。3ページ以上ですね。読みますね。非公開の日米合同委員会文書と、しかし、それら議事録や合意文書といった日米合同委員会の内部文書は原則として公開されませんと。ごく一部の当たり障りのない合意の用紙だけが左ページの外務省ホームページにあるように、日米地位協定各条及び環境補足協定に関する日米合同委員会の合意として日本語の仮訳で載っているだけと。また各合意のうち基地演習場などの提供や返還に関するものは日米合同委員会合意事項議題として防衛省のホームページに掲載されていると。日本政府は日米合同委員会の合意された事項の総数を公表していませんと。この秘密の協議で結ばれた合意は一体これまで何件あるのかと。それを知るために私は情報公開法に基づき外務省に対し日米合同委員会の合意数を記した文書の開示請求をしてみたと。すると該当する文書は存在しないとの通知が届いたと。しかし日米合同委員会の日本側代表は外務省北米局長で、日米地位協定の解釈や運用を統括する官庁も外務省だと。それなのに日米合同委員会の合意数を記した文書が存在しないというのは信じがたいわけですと。信じがたい話です
実際過去に国会で外務省北米局長が日米合同委員会の合意の概数を一部明らかにしたことがありますと。1995年10月24日参議院外務委員会織田正樹北米局長当時の以下の答弁ですと。全体で何件あるのか集計はしていないが、施設区域の提供に関しては約3500件の合意がなされていると。施設区域とは米軍に提供している基地や演習場のことと。この問題に関する合意は日本政府が法令、予算、官庁人事などを広告する日韓の官報、財務省印刷局に名称、所在地、面積提供か返還か共同使用かの区別、使用目的などの概要だけが告示されると。それは右ページにあるように日米合同委員会合意事項概要として防衛省のホームページにも掲載されると。これがそうなんですね。地図が書いてあるやつ。しかし概要はあくまでもごく簡単な説明に過ぎず、日米合同委員会で合意したそれぞれの基地や演習場の使用条件などを取り決める個別の協定の内容を公表しているわけではないと。1995年当時、約3500件の合意ですから、その後もさらに増えているはずです。そして、基地や演習場の提供に関するもの以外のさまざまな分野の合意が一体何件あるのかは依然として謎のままですと。情報公開法に基づき外務省などの政府官庁に、日米合同委員会の議事録や合意文書の開示請求してもことごとく不開示になりました。例えば私が外務省に開示請求をした日米合同委員会議事録インデックスは表紙1枚だけが部分開示されましたが、平成9年と平成13年に外務省北米局日米安全保障条約課が作成した文書でマル秘無期限という物々しいスタンプが押されていると。肝心のインデックス目録自体は全面不開示なので議事録の中身は見当がつきませんと。日本のエリート官僚とアメリカの高級軍人たちが秘密で何を話し合ってどのように合意しているのか全く闇の中なのですと。議事録や合意文書の不開示の理由は版で押したようにいつも同じ内容で、その趣旨を箇条書きにすると次の通りですと。1、それらは日米双方の合意がない限り公表されないことを前提にした記録だから。2、公表すると日米間の信頼関係が損なわれる恐れがあるから。3、公表するとアメリカ側との忌憚のない協議意見公開を阻害し、米軍基地問題への日米、両政府の対処能力を低下させる恐れがあると。4、米軍の安定的駐留と円滑な活動が阻害され、国の安全が害される恐れがあるからと。5、したがって情報公開法第5条第3号の規定により非公開にできると。国の安全外交に関する情報に該当し不開示ということですね。コラム1、情報開示請求の方法についてと。これはどういうふうにしたら情報開示できるかという方法なんですね。インデックスなんですね。ここまでですね。で次、来週の月曜日
次10回目、非公開の根拠となる文章も秘密というところですね。秘密と。国民の知る権利なんて完全に無視されているということですね。ということです。それからこの石井幸喜さんの本ですね。日本が自滅する日、日本が自滅する日、官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすという、これですね。今日は第77回目の朗読、第3章公共事業という名の収奪システム、第2節高速道路、港湾、空港、農道の実態ということで、今日はその中の100億円の釣り堀を作る港湾建設業事業ということですね。これですね。100億円の釣り堀を作る港湾建設事業というところです。2ページ、3ページ、結構長いですね。読みますね。旧運輸省が所管する港は重要港湾123、地方港湾960の計1083カ所であると。このうち運輸省予算が投入されているのは毎年400数十から600カ所と前後となっていると。約半数の港で毎年工事が行われており、6000億円から6800億円が使われていると。現在進行中の第9次7カ年計画は事業費が7兆4900億円であると。年間の港湾関係予算は平成12年度で1兆2736億円で、うち国府費は9644億円だった。このうち港湾整備のみを取り出せば6399億円、国費が3575億円となると。港湾事業といっても新たに港を作ることはめったにないと。限られた海岸線にはもうそんな余裕はないからだと。そこで港湾、本体の方ではもっぱら不当の増設整備が多く、中でも水深を下げる事業が中心であると。不当の水深を下げると外海までの航路も下げ、白紙やその防波堤なども作ることになるから、数年がかりの大事業となると。これ領管工事、良好工事っていうんですかね、改修工事も定期的に行われると。関連事業も港湾道路、海浜公園やレジャー開発、団地などの土地開発へと際限なく広がっていくと。旧運輸省が港湾事業の中で展開したもう一つのビジネスは、長曽根時代に端を発したウォーターフロント開発だったと。この中にはリフレッシュシーサイド事業はエコポートモデル事業など海浜開発、レジャー産業の主要な地域が網羅されていると。政府権力は海上交通から海浜ビジネスへと支配を広げたのであると。こうして港湾建設事業全般にわたって民間企業の入る余地は閉ざされ、行政権力の支配するビジネスとなったと。港湾関係の土木建設、運輸、物流、レジャー産業などは旧運輸省にすがり依存し、業界全体を通じて便宜供与を受けることによってしか存立できなくなっている。こうして整備された港湾だから、採算の合うところなど皆無であり、数千本の埠頭は暇を持て余して釣り人の訪れるのを待っていると。ある港湾関係者が試算してみたら、川崎港で釣れたハゼの天ぷらのコストは1匹3万円つくことになったという話だと。元運輸省の事務次官で JR 東日本の社長を務めた隅田昌司氏は、運輸省退官後、運輸省の港湾事業がいかに無駄であるかを明らかにしたと。隅田昌司著、お役人の無駄遣い、読売新聞社、その一部を紹介してみようと。川崎港では平成8年4月に水深14メートルのコンテナ埠頭が完成すると、早速水深15メートルの埠頭建設計画に取り掛かったのだが、事業をいっぺんにやらず、
岸壁や外海までの航路を何度も掘り返すと。もともと川崎港には水深12メートルの岸壁が6バースあって、4万トンの船6艘が同時に着岸できるのだが、コンテナ船が出現してからこれらのバースはさっぱり使われなくなってしまったと。一方、新しく作ったコンテナ埠頭を使うのも外国の小型船ばかりで、14メートルの水深はほとんど必要がないと。ましてや15メートルを必要とする超大型船はまず着岸の可能性がなく、水深12メートル6バースの活用で十分だと隅田は言っていると。我が国には真珠のようにとても大切で美しい港があると。そのうち2つを取り上げたい。1つは万葉集にも歌われた広島県の友の浦港だと。私は平成3年2月の文化の日に福山市にあるこの港町を訪れたと。この由緒ある地域で文化保護運動に取り組んでいる方々に誘われたのだと。友人の山田敏夫代議士とともに半日案内してもらって、私痛く感動したと。すべて歩いて回れる小さな町で、町中の道は細いから車だとかえって不便だと。豊臣秀吉が来たこともある古くからの流通の起点で、貿易港でもあったと。江戸時代、将軍が変わるたびに接見のために訪れていた朝鮮通信使もこの港を経由して江戸に上がったと。町には国の指定文化財や史跡、名称が9カ所、県の重要文化財が8つもあるが、私が感動したのはむしろ港だったと。友の浦の港には長さ70から80センチメートルほどの石を積み重ねた4、50メーターの歯止め堤防が突き出ていると。この200年以上前に作られたものだと。歯止めの付け根あたりの大きな岩の上に、先進所が立っていると。同じく歯止めの付け根あたりから港の中ほどに向かって岩木という岩壁があると。自然の石を一つずつ段階状に積んであるのは見事というほかないと。港の中央部近くには石造りの美しい城野灯台が立っている。さらにドックにある建場もあると。何百年も昔の技術や経済活動、交易や暮らし、そしてその雰囲気がそのまま残っていると。江戸時代の空気、万葉の昔のロマンそのものだ。しかし、そこに巨大なコンクリート造りの高架道路を作る計画が進んでいると。たまにかねて私は平成12年2月9日、衆議院決算行政監視委員会で、この辺りが選挙区である宮沢喜一大蔵大臣に、こんな素晴らしいところを壊してはダメだと。地元の生活に必要な道路は他のルートもあると。この港を守るべきだと訴えたと。地元の海産物問屋さんや観光業者などが道路を欲しがる理由は分かると。しかし、港の文化財と自然を傷つけてしまえば何者にも代え難いと。日本一の歴史的港湾として基地を損ね、ひいては観光も海産物も失ってしまうと。もう一つの小さい港は伊豆大島のハブ港だと。私は4、5年前、港を守りたいとの陳情を受け、私が代表している国民会計検査員のグループ5人ほどで現地を視察したと。すると驚いたことに、反対運動をやっている人々の中から一人の老婦が村上ですと話しかけてきた。その人は私の学生時代の友人の母親で、当時東京の杉並に住んでいたと。大島と縁もゆかりもなかったのだが、自然に素晴らしいので健康のために数年前に引っ越してきたという。しかし東京都がその目の前のハブの港に、荷物を積む二隻用岸壁の建設計画を決めてしまったと。岸壁ができれば三石と呼ばれている自然が作ったプールを中心とする遊びと憩いの環境がなくなってしまった。反対運動のリーダーは、利権屋さんの力が強くて小さな島では正論を主張しにくいと残念がっていたと。2、3年前に台風対策で、防波堤が作られたが、そのためかえって
潮を港内に呼び込み被害が増えた。それで呼び込んだ潮を避けるための2つの堤防を作る計画もあるという。最初の堤防を取り壊せばいいのにさらに作る。そうやって自然を破壊するのが利権政治の常道であると。今やハブの人々は必要のない岸壁建設中止を裁判に訴えて粘り強く戦っていると。長いねこれ。で大規模な自然破壊、諫早湾と中海の干拓、ここで農水省の直轄事業である長崎県の諫早湾と島根県の中海中海の干拓について見ておこうと。諫早湾干拓は2550ヘクタールもの大きな海を埋め、1500ヘクタールの農地を作ろうと昭和61年に着工されたと。総事業費は当初1727億円だったが、平成9年に2370億円に修正されたと。中海中海干拓事業は昭和38年にスタートしたと。中海と宍道湖を水門で日本海から隔て淡水化し、中海に延べ2500ヘクタールの干拓地を作り、農業用水8000万トンを供給するという大事業で、すでに720億円が投じられ、4港区約850ヘクタールが完成していると。当初390億円とされた総事業費はその後696億円に増額されたと。諫早湾の干拓も汽水湖の代表的な存在である中海も日本に残された貴重な自然だと。両方とも私は視察に行き、事業中止を主張してきたと。経済的効果もなく、そもそもそんな事業を開始したこと自体が間違っていたと。この2つの事業についてマスコミで詳しく伝えられていないので、ここでは現状だけを簡単に記しておくと。中海干拓は最大の干拓地である本庄港区が未着工で残っていたが、自民党の亀井静香政調会長を中心とする与党3党による公共事業見直しの一環として平成3年9月に中止が決まったと。中止にまで持ち込んだのは地元の住民たちが粘り強く反対運動を続けた成果だったと。もっとも島根県の住田信義知事は干拓工事に関わる公共事業を国に要求し続けていると。依然として公共事業依存から抜け出す意思はないと。一方、諫早湾監督については平成13年8月に武部、進農水省が縮小の方針を発表した。こちらは干拓工事によって農林業者や漁業に大きな被害を受けた有明の漁師たちが激しい抗議行動を起こした成果であると。ただ農水省は干拓規模を半分程度にする方針で、具体的にどのような結果になるかまだはっきりしないというのが今日の非常に長いあれですね、朗読でした。中島正文さん、日本は選挙制度を本気で変えないといつまでたっても変わらないですよということですね。ということで、今日のメインテーマですかね。現在時間が38分40秒、39視聴されている方39名で、全体が77名とコメントが15件ですね。はい。ということで今日のメインテーマですね。私が考える日本再生のための市民革命基本政策だと。これはナンバー1からナンバー53ということですね。これはなぜかというと、山本太郎さんが今全国を回って、街頭宣伝をして、その中で、新しい党を作ったと。令和新選組という新党を作って、その新党を基本政策ということで、11ぐらい、発表したんです。ですから私の方も市民革命、の基本政策ということをちょっとまとめてみようということで、今日は1番から53番ということになるんですね。1番目、象徴天皇制を廃止するということですね。日本市民革命の基本政策。目的1、戦前の軍事独裁天皇制からの決別が必要だと。2番目、主権在民の原則を徹底すると。
それから法の下の平等の原則を徹底すると。から個人の基本的人権と自由の保障の原則を徹底するということなんですね。から2番目、安保条約の一方的破棄と。目的、米国による植民地支配からの解放、在日米軍基地の撤去と米軍兵士の退去と。これは日米安保条約の第10条にですね、日米、どちらか一方の国が日米安保条約を破棄する通知をすればですね、1年後に、日本が米国に日米安保条約の破棄を通告すれば、1年後に、全国100カ所以上にある米軍基地、米軍施設が現状復帰の上、返還されると。そして3万数千人と言われる在日米軍兵士と家族は1年以内に退去すると。そういうことになってるんですね。一方的破棄でいいんですよね。から3番目、日米合同委員会の廃止と。これはもうこの間ずっと朗読してきましたように、日米合同委員会っていう名前ではなくて、アメリカが日本の行政、当局に命令する GHQ と、それから当時の吉田内閣と同じような支配命令機関でしかないんですね。だから日米合同委員会じゃないんですよ。アメリカが一方的に日本の行政、日本政府に対して命令する機関だということだから、こんなのは解放すると、廃止すると。これも植民地支配からの解放のために必要だということですね。から3番目、日本銀行を 100% 国有化し、すべての権限を衆議院に移管すると。これが重要なんですね。で、目的、ロシアと国際金融マフィアによる金融支配からの解放が必要だと。で、日銀の貨幣発行権の独占を廃止することで、中央銀行が持つ信用騒動特権を 100% 国民のために使うことができるようになるということなんですね。だから、すべての権限を衆議院に移管するということで、国有化し、国民化するということなんですね。から5番目、日銀総裁は国民が直接選挙で選ぶ公選制にするということですね。だからロシアと国際金融マフィアの代理人が日銀総裁にずっと就任してきたっていうのをやめるということですね。公選制にすると。6番目、自民党と国家官僚の隠れ財布である200兆円規模の特別会計を廃止すると。これがこの間ずっとこの石井幸喜さんのこの本をずっと読んできて、まさに200兆円規模の一般会計、表の100兆円規模の会計とは全く別にですね、国民に公開されてないと。国会でも審議されない闇の裏の帳簿、特別会計を全廃するということなんですね。目的、表の100兆円規模の一般会計とは別に国会でも審議されない裏帳簿、特別会計を廃止することで、無駄な公共事業と特殊法人を全廃して完成経済体制を解体するという、このまさに石井幸喜さんが主張してたことですよね。が6番目、6番目ですね。隠れ財布特別会計の廃止。7番目、政府に単年度赤字を GDP の 3% 以内と、累積赤字を GDP の 60% 以内に抑えるという、これ EU の財政規律なんですけど、とりあえず EU の財政規律を政府に遵守させるということなんですね。で、今まで日本にはこの財政規律がないんですね。やりたい放題と。歴代自民党政権の政治家と国家官僚と大銀行と大企業がつるんで、国民の借金を1103兆円まで積み上げたんですね。で、全てを国民のツケに回しているという、この大規模な国家犯罪を二度と繰り返さないために、この隠れた裏帳簿、特
特別会計を完全に廃止するというのが必要なんですね。これ7番目。8番目、地方分権を徹底させるために人口500万人ごとに州を創設し、安全保障と外交以外の全ての行政権、議会、裁判所を持たせるという、これのモデルっていうのがドイツですよね。ドイツで、いわゆるドイツは連邦制の共和国家であるということで、それぞれの州に当然ながら議会があって、首相がいて、で最高裁判所がいて、それから最高権があるんですね。州の最高権があると。それから徴税権も持ってるんですね。ですからドイツの連邦政府っていうのは、外交とか安全保障、国防を担ってますけど、各州が独立して地方分権を行使しているということで、日本はですね、ずっと明治維新以降、中央集権化が進んで国家権力が肥大化しちゃったということで、現在でも地方は中央政府から国家官僚が派遣されて戦前と同じですよ。すべて予算も人事権も地方の予算も人事権も中央政府が握っているというとんでもない制度なんですね。で9番目、政府に国民の知る権利の保障、報道の自由を義務付けるというのね。目的、政府による報道機関への政治介入を禁止し、国民が真実、事実を知るようにする目的。10番目、現行の NHK を解体すると。そして国民の知る権利を保障する公営報道機関として、再出発させるということですね。で11番目、 NHK 改中は国民が直接選挙で選ぶ公選制にすると。そして視聴料の受信料の強制徴収の代わりに課金制にすると。要するに、内容のある面白い番組を作れば見た人がお金を払うと、見ない人は払わないでいいという課金制ができるわけですよね。だからろくでもない番組しか作らないと収入が減っちゃうよということになるんで、課金制が一番いいんですよね。から12番目、米国の傀儡政党である自民党を解体すると。目的、戦後日本の政治を70年以上にわたって独占支配してきた自民党は、1955年に米国 CIA が自由党と民主党を保守合同させて、永久戦犯岸信介をトップに作った米国の傀儡政党だと。で、米国による日本植民地化を阻止し、日本の独立を実現するためにこの自民党解体は必要なんだということですね。だから13番目、カルト宗教法人創価学会とその政治組織公明党を解体すると。目的、公明党とは政党の体を成しているが 100% カルト宗教法人創価学会が支配する政治組織なんですね。だから公明党っていう独立した政党ではなくて、全て創価学会の一部分だということなんで、宗教組織なんですね、公明党っていうのは。ですでに20年以上にわたって自民党と連立を組み、日本の政治支配権力を自分たちで行使してきたということ。これは日本国憲法第20条第1項の規定、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使とならないという規定に完全に違反する憲法違反組織なんですね。ですから公明党っていうのは創価学会、宗教団体だということで、宗教団体と、それから宗教団体の創価学会と、それから公明党は解体すべきだということなんですね。から14番目、日本会議、神社本庁、靖国神社、護国神社、神宮、伊勢神宮など
戦前のカルト宗教天皇教を源流とする全ての組織は解体すると。なぜかというとこれらの組織は戦前の昭和天皇裕仁が主導した320万人の日本人を含む5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した侵略戦争に加担した戦争犯罪組織だと。で戦後はこの戦争犯罪組織が温存され傀儡政党自民党とくっついて、憲法改正イコール憲法破壊の運動の中心を担ってきたんだということで、これらの組織は即解体すると。14番目15番目全ての国家権力犯罪を禁止すると。これを明確に、するということですね。16番目全ての民間権力犯罪を禁止すると。国家権力犯罪っていうのは国家権力を使って政治家や国家公務員や地方公務員が犯罪を犯すということなんですね。で民間権力犯罪っていうのは例えば会社の社長とかあるいは会社の経営幹部が権力を使って、犯罪を起こすということ。これは全ての民間権力犯罪は禁止と。国家権力犯罪も禁止と。だから全てのカルト宗教は禁止と。カルト宗教というのは要するに信者を囲って、洗脳してその信者の人格を破壊しその信者の持つ財産をかすめ取るというのが宗教組織の名を語ったカルト宗教組織なんですね。これを禁止すると。それから全ての洗脳行為を禁止すると。洗脳によってカルト宗教は信者を囲い込むということなんですね。から19番目20万社以上ある日本の宗教法人を整理すると。20万社以上あるんですよ。で非課税特権を廃止して高い税率で課税するということですね。創価学会なんかは毎年2000億円の現金を信者から特別財政ということで集めて、それをどこでどういうふうに使ったかっていう経理を公開する義務が一切ないんですから何に使ったか分かんないということは2000億円ですよ。で彼らは日本全国に、1000カ所以上の宗教組織宗教創価会館という宗教施設を作って、そこで、宗教行事だけでなくて選挙のたびに選挙運動の拠点として使ってきたということで、政教分離の原則に違反するということなんですね。2000億円ですよ。今は減ってると思いますけどね、信者もね。から20番目所得税に最高 75% の累進制を導入すると。から21番目法人税に最高 75% の累進制を導入するということですね。だから安倍含めた歴代自民党政権はこの法人税の今実質日本の大企業が払っている法人税率っていうのはすごい低くなってるんですね。 20% ぐらいしかないんじゃないですか。22衆議院に国家権力犯罪を捜査する特別検察官制度を導入すると。これ日本にないんですね。アメリカにあるんですね。で他のところもあるんですね。韓国にもあるんですね。特別検察官を国会衆議院が任命し必要な予算と事務所とそれから人員を与えると。で、国家権力犯罪を特別に捜査し、刑事訴追するという権限を与えるわけですね。から23番目日本国憲法7条天皇の国事行為の第2項国会の召集と第3項衆議院の解散の文言をそれぞれ国会の召集を公示する衆議院の解散を公示するに変えると。これは昨日ですよね。
いわゆる歴代自民党内閣の総理大臣がその都度ですね、衆議院の解散権は首相の専権事項であると言って憲法違反の明確な大嘘をついて、野党が分裂する、野党に金がないという野党の弱みにつけ込んで、衆議院を解散して総選挙に持っていくということを繰り返してきたために、戦後70年以上自民党がほぼ日本の政治を独占して自民党政権あるいは公明党との連立政権を作ってきた。その最大の秘密はこれなんですね。憲法第7条の7条解散というやつなんですけど、昨日の放送の中で言いましたように、これは、この文言自体がこの第7条を作った、日本国憲法を作った GHQ マッカーサー総司令官の謀略なんですよね。なぜかというと、第7条というのは天皇の国事行為というのを10項列挙したんですけど、第2項と第3項だけが国事行為じゃなくて、国政行為の文言に、巧妙にすり替えられているということで、ですね。だから本来の国事行為の文言だったら、第2項は、第7条の第2項は衆議院国会の召集を公示するんなんですね。それを国会を召集するになっちゃって、国政行為の文言に差し替えていると。から特に第3項ですね。衆議院を解散するっていうのになってるんですね。衆議院を解散するっていうのは国事行為じゃなくて国政行為そのものでしょと。本来であれば衆議院の解散を公示するという国事行為の文言に、変えるということなんで、これは別に、憲法改正の手続きが必要なくて、国会でですね、過半数で議決をして文言を差し替えるという手続きで終わるわけですよね。で、23番目がこれですよね。目的。戦後日本の政治を米国傀儡政党自民党が独占できたのは、日本国憲法第7条天皇の国事行為の第3項衆議院の解散を根拠に、内閣総理大臣が衆議院を解散する権限があるという全く謀略的な文言に差し替えた。それで野党が分裂している時や野党に資金がない時を狙って、衆議院を解散して総選挙を実施してきた。こうすれば自民党が毎回総選挙に勝ってきた、その理由が分かりますよね。野党がバラバラとか野党が金がないという時を狙って解散すれば勝つのは当たり前ですよね。から24、すべての公務員、政治家と国家公務員と地方公務員の平均給与を国民の平均給与と同じにすると。これなんですね。だから日本の国家公務員と地方公務員の年間給与っていうのは国民の年間給与平均給与の 1.7 倍なんですね。世界一高いんですよ。だから山本太郎氏が公務員をもっと増やすべきだと、雇用すべきだと言ってるんですけど、まずはこの不平等、日本の公務員が優遇されているといういわゆる特権、利権を廃止してから廃止するのが最初でしょということなんですね。で25番目、すべての公務員、政治家と国家公務員と地方公務員の特権を廃止すると。だから特権は例えば退職金の問題とか、あるいは週休2日制が徹底されているとか、あるいは公務員年金が手厚く保障されているとか等々ですよね。26番目、憲法の番人である憲法裁判所を創設するということですね。中島正文さん、結局野党もニューワールドオーダーでしょうと。なぜなら誰一人一つで TPP の廃止を言わんでしょうと。国会でやってるんでしょうということで、そうですね。だから
イタリアの五つ星運動のように既存の政治家、野党の政治家は既存の利権特権を享受しているプロですから、彼らに期待してもしょうがないということで、五つ星運動が全くプロの政治家とは縁のない国民的人気のあるコメディアンが立ち上げたんですよね。ですから今政権を、極右と連立組んでやってますけど、全員がプロじゃなくて若い、政治の世界とは関係ない、世界で育ってきた人間たちがやってるということだから、650万人のイタリア国民に対して、ベーシックインカムを最高月10万円、払うということまでもできるんですよね。日本のプロの政治家っていうのは肝心なところはスルーしちゃうということでしょうね。全て向こう側の利権特権を享受してるんですよね。26番目、憲法の番人である憲法裁判所を創設すると。だから憲法裁判所がないのは日本とアメリカとイギリスだけと、他は全部あるんですね。韓国もあるし、で日本は憲法第81条で最高裁が憲法の番人としての唯一の立法審査権を持ってるっていうふうに歌ってるんですけど、彼らは立法審査権を一切使わないということで、自民党の番犬、アメリカ支配階級の番犬でしかないということで、彼らに頼ったってしょうがないですね。憲法裁判所を韓国みたいにゼロから作り創設するということですね。27番目、日本の議院内閣制は内閣総理大臣が一人で3つの国会内閣最高裁を独占支配するというとんでもない制度なんですね。でこれを廃止して行政のトップを国民が直接選ぶ大統領制を導入すべきだということなんですね。で議員内閣制っていうのは衆議院の過半数の議席を取った政党の代表が内閣総理大臣に指名されるということなので、その段階でもすでに国会と内閣2つの権力を1人の人間が支配すると。それプラス憲法第6条によって天皇の名において内閣総理大臣は最高裁長官を指名できるということで、最高裁長官の任命権も内閣総理大臣が持っちゃってるということは、結局3つの国権すべてを1人の内閣総理大臣が持っちゃうという世界に類のないですね、超独裁体制をこの議員内閣制っていう見た目は一見民主的な制度に見えますけど、とんでもない一人の内閣総理大臣に3つの権力を集中するとんでもない独裁体制なんですね。でこれを廃止して、フランスみたいに直接2回の選挙で、大統領を選ぶという大統領選にするということですね。アメリカの大統領制はあれインチですからね、参考にならないですね。から28番目、最高裁判事は内閣総理大臣が任命するんではなくて国民が直接選挙で選ぶ公選制にすべきだとですね。29番目、内閣総理大臣は衆議院の解散権を持たないことを憲法に明記すると。これが必要ですよね。から30番目、内閣は法案の起案権も国会の提出権も持たないことを憲法に明記すると。これも私がいつも言っていますように、憲法第41条の後半、国会は国の唯一の立法機関であるということと、それから憲法第73条の内閣の職務の7つの中に、法案の起案とか法案の国会の提出は内閣の職務の中に入ってないんですね。ということは内閣には法案の起案権はないと。国会議員が法案の起案権を唯一持ってるんだということを、これをはっきり憲法に明記するということですね。
だから内閣法制局っていうのはもともと矛盾してるんですよね。衆議院と参議院にそれぞれ法制局があるだけで十分で、内閣に法律の規範権も国会の提出権もない内閣になんで、法制局があんのと。それで、この内閣法制局があたかも憲法の番人というふうに、呼んでんですね。なぜ彼らが勝手呼んでる呼んでるだけだって、もともと存在してはいけない機関に憲法の番人という全く、間違った名称を与えていると。これに対して野党あるいは憲法学者マスコミは一切異議を申し立てないという奇妙なことになってるんですね。それから31番目、これ全部で53あるから読むの大変ですね。31番目、すべての予算に関する権限を内閣財務省から衆議院に移管するということですね。でこれもアメリカがそうなんですね。アメリカの大統領はトランプは一見、予算に関して強大な権限を持っているように見えますけど、彼らは何も権限持ってないですね。下院が持ってるんですね。予算権、予算分配権、予算管理権、予算を審査する権、すべての権力はアメリカの場合は下院が持っているということで、トランプは予算教書ということで、こういうふうに、予算配分すべきだという希望を述べるだけで、実際の実施権限は下院が持っているということなんで、日本もそうすべきなんですね。日本の場合は全ての予算に関する権限を一つの内閣の一つの省、財務省が持ってるから、勝手に自分たちが予算を作って勝手に、配分し、勝手に実行し、勝手に、決算するというとんでもないことが起こってるわけですね。ウクライナ大統領選、大統領役のコメディアンが勝利確実にということね。ここもそうですね。中尾さん、山本はいいこと言ってるけど、消費税の減税とか、これはあいつを最大限利用してやるべきですと。消費税の減税、消費税の廃止でしょ。8% から 5% っていう中途半端なあれはダメなんですね。消費税を廃止すると。狡猾な安倍晋三がパクりますよ。それを利用にして、衆議院の解散の根拠にするということで、7月8月の衆参同一選挙の口実に、野党の消費税8%から5%への減税というものをパクっちゃうという危険性ありますよね。日本は選挙制度、そうですね。いわゆる供託金が異常に高いと、300万円いるということですね。だから市会議員にしても区会議員にしても立候補するだけで30万円がいるんですね、供託。だからそんなものはこれはもう自民党が本来法律法案の規範権も国会提出権を持ってない自民党が勝手にですね、いわゆる一般の市民国民が立候補できないように供託金の額を高く設定してるんですね。選挙制度を抜本的に変えると。だから選挙制度っていうのはその供託金を廃止すると、誰でも立候補できると、ゼロにするということと、それからくだらないあれですね、選挙のポスターを初日に、選挙区の掲示板に自分たちが貼るために大変な人手が必要だっていうのを、こんなのも選挙管理委員会が税金でやればいいんですよ。
それから証書、ポスターに一枚一枚小さな戦艦の証書を貼る、この作業も膨大な人手がいると。こんなのをもう省略してですね、いわゆる立候補できる選挙活動を簡素化して、選挙候補者に負担にならないようにすると。わざとあれですよ、一般市民が立候補できないように供託金を高めて、そして、いろんな制限を設けて、やる気をなくすというふうに全部なってるんですね。何でしたっけ、予算から32、国民に対する逮捕権、起訴権、家宅捜査権、財務調査権を持つ警察、検察、税務署、内閣の所管から衆議院に移管すると。だから結局内閣が自分たちに反対する政敵なんかを潰すために警察、検察、あるいは税務署の逮捕とか起訴とか家宅捜査とか財務調査権を使わせて、弾圧するということが起きるんで、だから政府内閣からこの強制権を持っている3つの機関を離脱させて、衆議院に移管するというのが絶対必要なんですね。から同時に選挙管理委員会とか公正取引委員会とか教育委員会とか公安委員会など全ての監視委員会を内閣ではなくて衆議院に移管すると。これも絶対必要なんですね。だから今の総務省の下にある選挙管理委員会が投票率を本来だったら上げる任務があるんですけど、投票率を下げて、いわゆる組織票の得意な自民党と公明党創価学会が当選するように、投票時間を繰り上げてですね、投票率を下げようとしていると。あるいは期日前投票箱を操作して、中身をすり替えちゃうということを公然と隠然とできるっていうのが、その選挙管理委員会なんかが内閣の管理下に入っているからですよね。それを全部衆議院に移管するということですね。公正取引委員会も教育委員会も公安委員会も全てから34、内閣に憲法擁護省を設置すると。日本にはこの憲法擁護を主務とする官庁がないんですね。憲法擁護省を設置すると。15番、内閣に平和自衛省を設置すると。だから自衛隊じゃなくて平和活動をして、自衛隊にですね、平和活動もさせるという平和自衛省というのが必要なんですね。36番目、政府財務省は独占する国債発行権を廃止すると。これは政府財務省が毎年200兆円規模の国債を発行して、それを民間銀行に引き受けさせ、年間 9兆円の金利を払っているというのをやめさせるということですね。中島さんか、正文さんですねって、フランスなんか毎日でも取ろうもんならギャーギャー騒ぎますからね。日本は GHQ に洗脳されてますからおとなしいと。本当おとなしいですよね。日本の場合は270年間続いたいわゆる江戸幕府封建制度の中でもう完全に長いものに巻かれろ奴隷根性が染みついている。さらに明治維新以降70年間、敗戦までの70年間で天皇教に洗脳され、徹底的に弾圧されて戦争に動員されたと。そして戦後の象徴性天皇制によって同じように、洗脳されているということで、270プラス70プラス70で
410年間もいわゆる国民市民が自立して時の権力犯罪に対して、ノーと言うという戦いを、フランス革命のような戦いをほとんどしてこなかったということの差でしょうね。ということで今何番ですかね。国際発行権の廃止ですね。だから借金をするのが止まるわけですね、これで。37、民間銀行が独占する無からお金を生み出す準備預金制度を廃止すると。これ何かというと、民間銀行っていうのは、一般庶民が口座を開いて、預金するいわゆる現金、預金者の現金の総額の 1% を日銀に預託するだけで瞬時に100倍の信用創造が生まれて、それに金利をつけて個人、企業、地方自治体、政府に貸し出す、そういうことなんですね。だから一般的に僕らが理解しているのは、銀行が企業とか個人にお金を貸し出す原資っていうのは預金者の預金だということで、例えば5000億円の預金がある場合は5000億円を原資にして貸し出してるんだというふうに我々は教わってるんですけど、実は違うんですね。この準備預金制度というわけのわかんない制度によって5000億円の 1% ということは50億円を日銀の当座預金の口座に預託するだけで5000億円の100倍5兆円の信用創造が生まれるんですね。ですから5兆円の範囲内で、銀行は貸し出しができるということなんで、5000億円の原資と5兆円の原資では全く100倍の差がありますから、これがいわゆる民間銀行が無から金を生み出す準備預金制度というもので、誰も説明しないんですね。これを廃止するということですね。で、全ての金融サービスは中央銀行、日銀がすればいいんですよ。日銀が安い手数料で、金利なしでやればいいと。だから民間銀行っていうのはもう順次廃止なんですよ。いらないんですよね。存在理由がないということなんですね。それと40番目、銀行と金持ちが永遠に超え太る金利を廃止すると。金利の廃止をすべきなんですね、こんなの。金利がないイスラム金融っていうのは倒産率がすごい低いんですよね。金利を払わなくちゃいけない、新興ベンチャービジネスっていうのはおそらく日本では100社起業しても5年後に生き残るのはおそらく10社もないんじゃないですか。だから倒産率が 90% というのがいわゆる金利金融の世界なんですね。から41番目、貨幣と金銀が打換できる金本位制度を復活すべきだということ。これはそうなんですね。いわゆる実物経済、実体経済の最終的な本物の価値はどこに行き着くかというと金と銀なんですよね。で、現在はロシアードがやろうとしているのはこの金本位制度、金銀本位制度を廃止して、打換をやめるという歴史だったんですね。ですから彼らは1971年のドルの打換中止と停止以来、自分たちが希望する額だけ、ドルをすりにすれると、あるいは日銀も円をするにすれると。今までは FRB が持ってた金の量に制限されてたんですけど、それがなくなっちゃったんで、やりたい放題ということで金融経済が膨大な支配力を持つようになったっていうのは1971年以降なんですね。だからこれを金本位制度を復活させる
いうのが絶対必要なんだね。42番目、経済の中心を価値を生む自体経済にし、価値を生まない金融経済は順次縮小して廃止するということですね。41番目、全国民に対しベーシックインカム、最低生活保障制度を実施するということですね。44番目、国の借金の権限を政府財務省から衆議院に移管すると。国の借金の権限は誰が持っているかということで、これは憲法に書いてないんですけど、これを明記して、国会、衆議院が持ってるんだと。勝手に政府が国の借金を膨らますことを禁止するということですね。から45番目、現在の国の借金1113兆円、最新のデータだと1113兆円になったんですね。国の借金は一時凍結すると。凍結して民間銀行への利払いと民間銀行への元本払いと金利支払いを停止すると。そして衆議院に国の借金特別委員会を設置して、この1113兆円のまで積み上がった国の借金がどのようにしてできたのかということを調査し、全責任者を特定して刑事と民事で訴追するという権力犯罪ですからね、これは衆議院の特別、そして衆議院に特別検察官を任命して1113兆円の国の借金が積み重なった国家権力犯罪を捜査すると。で、全責任者を特定して刑事訴追するということですね。で、48番目、国民がすべての公務員を直接選定罷免できる直接民主制を導入すると。今は憲法に書かれてるんですね、これ。憲法何条かな。憲法15条ですよ。公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利であると第1項書いてあるんですけど、具体的に国民が直接政治家や公務員を選定する、選ぶ、あるいは罷免する具体的な手続きが一切決められてないんで何もできないんですね。ただ4年に一度選挙によって政治家を選ぶだけだと。罷免できないんですね。それから49番目、国民が憲法や法律を直接立法できる国民投票制度を導入すると。これはスイスの国民投票制度、10万の署名を集めれば政府は1年半後に、国民投票にかけることができる。かけて 50% 以上の賛成があれば憲法すらも変えられるというスイスの直接民主制ですね、国民投票制度、これを導入すると。から50番目、日本国市民憲法をやはり我々が作る必要があるだろうということですね。から51番目、国の安全保障は集団的自衛権を否定して個別的自衛権は認めるということなのね。で、52番目、日本国を永世中立武装国家として全世界に宣言してすべての国と平和条約を締結すると。53番目、政府はアジア太平洋侵略戦争を公式に謝罪し、侵略国と犠牲者に対し賠償金を払うと。これが53番目で、延々とずっと取り上げてきましたけど、これが私が考える日本再生のための市民革命基本政策なんですね。1から53。だこれからまた増えると思いますね。100ぐらいになるんじゃないですかね。さっきの山本の件ですが、自分がツイキャスライブで挨拶した時は消費税減税を言ったので、それでもやらないよりはマシなので、あいつを最大限利用してやるべきと言ったんですが、自分は廃止を希望していますと。そうですよ。廃止すべきなんですよ、こんなの。
ということです。かなり、現在、もう1時間以上だ。84分86秒ですね。ということで、これは全部、あれですよね。アップできないですから、今日は、こっちじゃないや。今日はメインのところだけですね。今日のメインテーマだけでもアップしますね。メインテーマと、それからナンバー1ですね。天皇制の廃止は8番目。砂月金さん、消費税減税に反対しているのは財務省に洗脳された菅直人と野田。もうほとんど影響力ないでしょうね、この2人はね。ということで、今日のメインテーマが終わりまして、今日のトピックスですね。Facebook は解体をと、共同創始者ザッカーバーグ氏の影響力に警鐘という、これですね。ということです。ヒューズさんですね。から2番目、米対中関税を25%引き上げたと、貿易協議は2日目ということで、今日10日から引き上げたということですね。1週間前、こんなこと言ってなかったんですけど、でも全てちゃぶ台返ししてるんですね、トランプは。それからトランプ氏の関税引き上げ、価格転嫁で最後は米国民の負担にということですよね。4万8000円の4人家族で4万8000円の負担増になるという試算が出てるんですね。からウィキリークスめぐり大陪審で証言拒否のマニング氏62日ぶり釈放ということですね。
これがそうですね、マニングさん。再び拘留される危険性があるところですね。勇気ありますよね。から憲法上の危機、下院委員会がバー司法長官を議会侮辱罪に問う。トランプは大統領権限特権を主張ということで、このバー司法長官がいわゆる特別検察官の440ページの聴取を出せと、黒く塗りつぶしたところを全部見せて、いわゆる検閲隠されているところない、全ての報告書を議会に出せというふうに言ったら、このバー司法長官が拒否したんですね。それに対して議会侮辱罪で、訴追するというところまで行ったんですね。でトランプは顧問弁護士にもロシア疑惑に関する情報は出すなという大統領特権を使って、情報を隠匿しているということで、もう完全に彼は狂っちゃったね。からギグエコノミーをもう野放しにはしないと、ハーランド下院議員ウェーバーとリフトに妥当な税負担を求める法案を発表ということで、これウーバーっていうのはあれですよね、自家用車をタクシー側に使えるということで急成長してるんですね。リフトっていうのもそうなんじゃないですか。でこれがとんでもない、企業だと。それから運転手をいわゆる従業員じゃなくて、個人事業主として、社会保障費なんかは会社負担じゃなくて各人に支払わされてるんですね。で、食っていけないというウーバーやリフトの運転手が抗議すると、労働者を搾取する奴隷制度だという声が上がっているということですね。これあれですよね、株式上場して公開して、でものすごいあれですよね、株価総額が8兆円とかなんかいいんじゃないですか。その最大の株主が孫さんのソフトバンクだったと。ソフトバンクグループが最大の株主になっているということで、結局反社会的な企業の大株主に、ソフトバンクがなっているということですよね。彼はまあ金が儲かれば社会的社会正義に劣っても関係ないと思ってるんですよね。リテラということですね。クノルにはダメですねと。 TPP はそうでしたが国民は分からないですからねということですね。みちさんこんばんは。こんなニュースもということで、 Facebook 共同創業者クリス・ヒューズが同社分割を提案と。提案したんだ。いいですね。巨大すぎるからまだ株持ってんじゃないですかね彼は。どうなんですかね。キララカットさんコンティニューコインですね。ということで今日の放送は終わりですね。あれこっちか。1時間34分ですね。閲覧されてる方が41名、計125名、コメントが52件ですね。42件ですね。ということです。ということで、今日の金曜日の放送はこれで終わりです。
現在日本時間で夜の10時33分になりましたね。K さんお疲れ様でしたって。ちょっと疲れましたね。今日のメインテーマ53項目の基本政策ずっと読んでたら疲れましたね。それと朗読も結構長かったですからね。ということで今日の放送は終わりです。ヨーヨーさんお茶ですね、ありがとうございますということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですねいただきましてありがとうございました。みちさんお疲れ様でしたということで、明日土曜日日曜日はお休みですので来週の月曜日ですね、またよろしければ合流してくださいということで今日の放送これで終わります。お疲れ様でした。